何をやってもうまくいかないことが続く。50歳目前、仕事も体も何か転換期なのか。そんな気分の晴れない時は近くの海に行き、この相棒の軽キャンピングカーで美味しいものを食べてゲームして引きこもるに限る。それがおっさんのストレス解消。この秘密基地があればすぐに出発できます。はい、準備完了しました。今日は助手席を潰してテーブルを置いて収納にしています。それでは車中泊に行ってきます。今日は雨予報です。立山連峰は拝めそうにありません。とにかく海へ向かいます。富山湾にある雨嵐海岸に来ました。いや、何なんでしょう。すごい心が落ち着きます。本来はあの岩の向こうに立山連峰が見えるはずなんですけど、見えません。気軽にこういった場所に来れるようになったんで、移住して本当に良かったなと思います。大きい流木があります。富山湾の反対岸からやってきたのか、はるか遠い国からやってきたのか、ロマンを感じます。小雨がパラついてきました。この近く海岸線沿いにあるキャンプ場へ行きます。本格的に雨が降り出してきました。キャンプ場まではすぐですが、その前にスーパー寄って行きます。一人使いでは助手席をテーブルにすることによりとても使いやすくなりました。いい車中泊スポットはクマが出る可能性が高いので、クマスプレー常備しています。富山県のスーパー大阪屋ショップに来ました。大阪出身の自分からすると毎回違和感を感じながら使っています。富山湾で採れた新鮮なホタルイカや白エビがずらっと並んでいます。靴についた雨が車内に入らないように防水の靴置きを持ってきました。新鮮な生ものをたくさん買ったので冷蔵庫で冷やしておきます。冷蔵庫は容量15リッターです。今日は屋根のポップアップ開けたかったんですけど、雨なんで無理そうですね。ほんとこのポップアップは上げる機会が少ないです。雪もダメ、風もダメ、雨もダメ。この北陸とはポップアップ相性悪いですね。上げたらめちゃくちゃ快適なんで本当は上げたいんですけど。
海のすぐ横の絶景のキャンプ場に来ました。今日はこの海の音聞きながらぐっすり眠れそうです。この右側ですね、ずっと海岸があるんですけど、これが天嵐海岸で、向こうの方に立山連峰があります。今日は全く見えません。立山連峰4月でも雪残ってるんでかなり綺麗なんですけど、明日に期待したいと思います。で、この反対側ですね、左の方は氷見です。氷見港があります。今日は氷見港で取れたお魚も結構買ったんで楽しみです。今結構ね雨降ってるんですけど、この松の木上ありますんで、ポップアップ上げてみようと思います。その前にほんのちょっとだけ左が傾いてますんで、レベラー入れておきます。はい、水平バッチリですね。こちら側の傾きもないですね。バッチリです。少し海岸線散歩していたら濡れちゃいました。靴と靴下が濡れちゃいました。FF ヒーターつけて乾かします。FF ヒーターは車の燃料をほんの少しだけ使用して使えるコスパ最高の暖房です。ただ車内は18度なんですぐに暑くなりそうです。少し窓を開けておきます。 FF ヒーターの緑のスイッチが点滅しています。これは初めてです。いやこれ怖いですね。 FF ヒーターなんでなんか火器を扱うんで爆発とかは怖いですよね。で今触ったらですね、もう風が来なくて止まりました。今調べたんですけど、電圧不足か燃料不足のエラーの可能性もあるということです。ただ現在 13V 電圧もしっかりあって燃料のガソリンもほぼ満タンです。ここのランプの点滅の回数によってどんなエラーか分かるようです。短く点滅した後ゆっくり何回点滅するかで何のエラーか分かるようです。ゆっくりした点滅が1回の場合は着火失敗燃料切れ、3回の場合は電圧不足、10回の場合はオーバーヒート、音符の出口や吸気口が荷物などで塞がっている。試してみます。あ、いけましたね。あったかい風来ています。コントロールノブの緑のランプも正常です。よかった。このキャンピングカーに乗ってもう5年ぐらいになるんですけど、初めての症状だったんでびっくりしました。もしかしたらガソリンタンクから FF ヒーターに通ってる管の中に空気が入っていたのかもしれません。それが抜けて使えるようになったかもしれません。それではポップアップを上げていきます。雨も降っていてソーラーパネルも張っているんでかなり重たいです。突っ張り棒で補強しておきます。雨降ってますが水の通しにくいメッシュなので少しの間開けておきます。車内に水入ったり生地が濡れてきたら閉じます。ポップアップ上げると車内の高さは最大で 2m30cm ぐらいになります。車内で立てるようになるので快適度がぐっと上がります。いやーいいですね。開放感抜群です。キャンピングカーで高さがどんだけ大事かっていうのを思い知らされます。ポップアップ2つ開けていると空気が流れるんで、今 FF ヒーターで結構車内暑くなってるんですけど、すぐに涼しい風が入って快適に過ごすことができます。はい、じゃあ靴も靴下も完全に乾いたんで、もう FF ヒーター切っておきます。FF ヒーター夏場も使用しない時期であっても2ヶ月に1回30分ぐらい回しておかないと途中の管にあるガソリンが腐ってしまうんですよね。ついつい忘れちゃいますけど。それではゲームのセッティングしていきます。テレビの後ろに壁掛け金具を取り付けています。
インディ727は天井付近に引っ掛けることができてかなり強度があります。どこでもかけられますが、今日はこの位置でご飯も食べながら楽しみます。どこでも気軽にゲームが楽しめる任天堂スイッチを持ってきました。2ではありません。初代任天堂スイッチです。テレビへは HDMI ケーブルで接続します。あとはキャンピングカーのインバータースイッチを押せば AC100V が使えるようになります。さあ準備はできました。あとはランタンをつけて雰囲気を高めます。完成しました。おっさんのゲーミングキャンピングカー。さあこれでも誰にも邪魔されない自分だけの空間ができました。バッテリーの残量は193ペアアワー 97% なんで、もうゲームだけなら3日間ぐらいできます。たくさんダウンロードしてきました。今日はとことん楽しみます。おっさん世代にはたまらないファミコンやスーパーファミコン、メガドライブも遊べます。ネット環境が必要なので iPhone で契約しているデータ無制限の楽天モバイルに接続します。とりあえずやりかけの MotoGP があったんでレースゲームを楽しみます。こういうゲームってやり始めるとあっという間に時間が溶けていっちゃいます。あとは美味しいコーヒーと甘い和菓子があれば完璧です。最高の一日にしたかったのでスーパーで大好きな生富山買ってきました。富山のお供にあったかいコーヒーいただきます。この甘さからのコーヒーの苦みたまりません。そしてゲームとドーパミンが出まくってます。次は懐かしのファミコンやってみます。うわこれ懐かしいな。自分ちょうど小学校ぐらいにファミコン流行りました。じゃじゃ丸くんやりましたね。あとはツインビーとかドンキーコングジュニア、これ最初の方ですね。この辺もやりました。あとはそうですね、エキサイトバイク懐かしいですね。熱血高校ドッジボール国尾くんやりましたね。魔界村ありますね。もうこれはめちゃくちゃやりました。魔界村でプレイします。意外と操作って覚えてるもんですね。ゲームをやりまくっていたクピオ少年の気持ちが戻ってきました。なんとか一面のボスまで来ました。でもこれタイムオーバーもあってすぐ死ぬんですよね。魔界村難しすぎます。子供の頃買いたくても買えなかったスーパーファミコンの超魔界村も楽しみました。さあそれではお腹も空いたんで晩ご飯作っていきます。3月からホタルイカの解禁です。富山湾はなのでたくさん買ってきました。富山湾のホタルイカは大きいんですよね。こちらは同じく富山湾で採れた白エビです。でホタルイカは刺身も美味しいんですよね。これホタルイカの肝醤油で食べれそうです。こちらも一緒にいただきます。
ホタルイカと白エビ何で食べようかなと思ったんですけど、自分この県民の焼きビーフンめっちゃ好きなんですよね。これの具材として入れたいと思います。絶対美味しいですよね。まずはホタルイカの下処理をしていきます。ホタルイカの目、口、軟骨を抜いて食べやすくします。まずは硬いこの目を2つ取ります。そして口も取ります。そしてこの背中にある軟骨、これ取るとき気持ちいいんですよね。ちょっと見た目はね黒いとこあるんですけど、これめちゃくちゃ美味しいんですよね。無心になってました。結構多いので明日の朝ごはんと分けます。ガスを使うので換気しておきます。一酸化炭素と二酸化炭素も計測しておきます。今日は清水タンクにお水入れてきてないので洗い物なしでいきます。油少々、白エビ、ビーフン、カット野菜、ホタルイカ、水 190ml、 蓋をして着火。最後に付属のソースをかけて水分を飛ばしたら完成です。完成しました。おっさんの欲張り富山湾ビーフン。これは贅沢な晩ご飯になっちゃいました。それではいただきます。悶絶するうまさです。臭みなくコリコリした食感に肝醤油の濃厚な旨味、ビールが飲みたくなります。ノンアルコールビールですがキンキンに冷やしておきました。カーキャンパイ。富山湾の目の前で食べるホタルイカとビール、たまりません。それでは楽しみにしていたビーフンいただきます。海の香りがすごいです。新鮮なんで全然生臭くないんですよね。ビーフン美味しいです。今年もこの季節がやってきましたね。めちゃくちゃ美味しいです。似てる味がないので例えにくいんですけど、イカの旨味と牡蠣の旨味両方混ざったようなうまさです。ビールが進みます。ノンアルですけど。白エビすごい香りが良くて甘みがあります。呼び名は白エビ、白エビどちらでもいいそうです。学術上は白エビらしいです。またこれビーフンとも合うんですよね。口いっぱいに旨みが広がります。ごちそうさまでした。手間のかかった分すごい美味しかったです。普段は下処理なしで食べる時もあります。身が結構硬くてコリコリして食べにくいです。それでは片付けていきます。フライパンもお皿も汚れてないですね。大成功です。
だ時間あるので、もうちょっとゲームしてから寝ます。当時持っていなかったソフトも何十種類というソフトが入ってますんで、飽きずに遊べます。大好きだった歴史シミュレーションゲームやりだしたらかなり遅くなってしまいました。歯磨きしてベッド展開していきます。パジャマとシュラフはソファーの下に収納しています。入り口付近が一番低いんですけど、それでも立って着替えができます。今日は排水が使えないので、排水なしの歯磨きセット持ってきました。歯ブラシは使い捨て。防臭袋に凝固剤を入れてゴミとして捨てます。夜は海風で少し冷えてきたので FF ヒーターつけています。窓閉め切っていたので二酸化炭素濃度がかなり上昇しています。頭痛などが起きやすくなる 3000ppm まで上昇していました。弱で換気扇回しておきます。これで上半身の幅は約80センチと拡張されました。長さは182センチあります。自分の身長は日本人の平均約170センチなんで、ちょうどいいベッドサイズです。こうやって寝転がると波の音だけ聞こえます。この自然の環境に包まれて眠るこの空間、最高に癒されます。この近くに氷見昭和館という珍スポットがあるそうなので、明日行ってみたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在車内は 17.4 度と快適な温度です。ぐっすり熟睡することができました。二酸化炭素濃度も少し換気したおかげで約 1100ppm に抑えられていました。このキャンピングカーは気密性がとても良くて、締め切って寝ると 5000ppm を軽く超えます。一旦換気して空気を入れ替えます。少しひんやりとした海の匂いのする風が入ってきて、とても気持ちいいです。目覚めに朝の熱いお茶一杯いただきます。今日の朝食はご飯系なので日本茶にしました。目が覚めます。着替えて外の様子見てきます。はい。
いやほんと気持ちいい朝です。タイヤなんですけど、冬タイヤから夏タイヤに変えました。で夏タイヤはインチアップしています。横浜タイヤの14インチのタイヤを履いています。通常のハイゼットトラックは12インチです。で幅もノーマルに比べると広いタイプなんで、やっぱりコーナリング時安定していました。ただタイヤ4本分の重量が増えてしまったんで、少ないパワーのハイゼットトラック少しきつかったようで、上り坂が少し遅くなったような気がしました。対応した冬タイヤはないので、夏タイヤだけこのインチアップ使用しています。いや最高ですね。なんかもうプライベートキャンプ場のようで、誰もいてません。独り占めです。結構風強いんじゃないかなと心配していたんですけど、かなり今日は穏やかです。漁船もいますね。何かお魚取ってるんでしょうか。こちら側は氷見の方は結構晴れてるんで、街並みがくっきり見えてきました。で反対側立山連峰の方はまだちょっと曇ってますね。ただちょっとだけうっすら立山連峰が見えてきました。後で見えるかもしれません。いやそれにしてもすごい松の木ですね。もうずらーっと海岸線にあります。暴風林の役目でしょうか。少し散歩してから車内で朝食いただきます。昨日の下処理したホタルイカまだたくさん余っています。パックご飯がありますので、ホタルイカの炊き込みご飯風チャーハン作ります。本来電子レンジで作るパックご飯ですが、フライパンでもできます。軽くほぐしたお米にお水を少し加えます。空いたスペースにしめじも入れて一緒に炒めていきます。調味料は油、醤油、みりん、だし使用します。きのこに熱が入ってきたので、ホタルイカ、ネギ、醤油小さじ1、みりん小さじ1、だし少々。完成しました。春のホタルイカとキノコ炊き込みご飯風チャーハン。いやめちゃくちゃうまそうですね。それではいただきます。熱々です。ご飯しっかり火が通っています。ホタルイカと和風だしの相性抜群ですね。旨味と旨味が掛け合わさって倍、いや4倍ぐらいのうまさになっています。たくさんホタルイカ入れたんで、毎回スプーンを持ち上げるたびにホタルイカが入ってきます。贅沢ですね。そしてフライパンの火力が強かったのか、おこげもできていました。ただこれがまた美味しいんですよね。この和風チャーハン、おっさんの体には優しくてちょうどいいです。ごちそうさまでした。いや美味しかったです。ホタルイカはご飯も合うし、パスタも合うんですよね。最高の食材です。富山県に移住する前もホタルイカ食べたことあるんですけど、もう全然味が違うんですよね。大好物になりました。はい、ソーラーパネルからの今電気の入力なんですけど、10ワットしかありません。この屋根にね400ワットのソーラーパネル乗っけてるんですけど、ちょうど松の木の陰になってソーラーパネル全く日が当たってません。そっか、林間サイトは雨風太陽しのげるけど、ソーラーパネル全く充電しないの忘れていました。さあそれではポップアップ下げて出発します。ここのキャンプ場なんですけど、本来キャンピングカー1人車中泊すると3800円なんですけど、これ軽キャンピングカーということでちっちゃいということで1000円負けてくれました。でトイレや炊事場などもあったんですけど、もう夜中あんまり出たくなかったんで車内で今回完結しました。
屋根重たいんですけど、窓をほんの少しだけ開けていると空気が少しずつ抜けていくので、ゆっくり閉まってきてくれます。ポップアップの生地が垂れてきちゃうので、柔らかい野球ボールで押さえています。はい、準備完了しました。まだまだ楽しみたいんで、氷見昭和館や温泉など行ってきます。天原市海岸から氷見の方へ少し移動します。到着しました。早速なんかすごい昭和の看板やガチャガチャがあります。このガチャガチャはもう太陽で干からびています。使えるんでしょうか。これくるくる回す洗濯機の看板ですね。でそこの車庫の上、すごい古いパトカーがあります。いやー、これはすごい年代もんですね。はい、で今車内なんですけど、ソーラーからの充電が266ワット増えてます。昭和館のオーナーさんも軽キャンピングカーに興味が津々です。お店に入ってすぐオーナーさんが手品を披露してくれました。すごいありがとうございます。入った瞬間にもうタイムスリップです。子供の頃通ったプラモデル屋さん、クピオの少年時代の気持ちが蘇ってきました。奥のガレージには三輪タイプのミゼットがあります。生で見れて感動です。家電コーナーでは昭和の数々の名機が置いてあります。当時若者の憧れ、ステレオカセットデッキ、これ録音と再生ボタン同時押しで録音できるんですよね。当時のお金、知ってるものから見たことないものまであります。昭和の喫茶店には必ずあったゲームもまだ動いています。ここで気軽に休憩してもいいようです。いや、面白かったです。オーナーさんと話してたんですけど、全部自分で集められたそうです。多分これ金額にするともう何億っていう価値あるんじゃないでしょうか。いいもの見せてもらいました。で以前はこの近くに氷見平成館というのがあったそうなんですが、能登半島の大地震で被害に遭ったそうです。年号が昭和、平成、現在令和となって、いずれこの令和もこんな感じになるかと思えば、時代っていうのは常に回っていって、自分はほんの一部しか過ごしてないんだと痛感します。山の中にある秘境の温泉に行きます。熊出没の看板があちらこちらに出てきて、緊張感が高まります。山深いところに一軒の建物が見えてきました。見渡す限りの山、これは熊がいつ出てきてもおかしくないところです。これは人感満載ですね。早速入ってみます。24時間ずっと温泉が湧き続けていました。透明な温泉なんですけど、空気に触れることによって茶色く濁っていて、すごい鉄分の多い温泉でした。
さあそれではガレージに戻るんですけど、今回海側で車中泊しました。結構海風で潮とかついてますんで、車体下とか錆びやすくなりますんで、最後洗車機で下回りや全体洗ってから帰ります。この屋根にソーラーパネルがあるんで洗車機ダメかなと思ってたんですけど、ルーフオプションがある洗車機突っ込めば意外といけましたんで、自分はもうこの軽キャンペーカーは洗車機利用しています。撥水コート付き、下部洗浄あり、ルーフキャリアありのオプションにしました。はい、綺麗さっぱりしました。最後拭き上げておきます。はい、これで海風の潮も綺麗に落ちたと思います。